皆さんこんばんは。シムパイロットきよきよです。今週も1週間フライトお疲れ様でした。ここ最近のフライトシム界隈ですが、本当にざわついた1週間でしたね。FS-LTL のライブトラフィックの復活、PMDG-DC6 の2024対応、そうした嬉しいニュースがある一方で、私が先週これから進化するぞと動画を出したばかりの FSS E-Jet がまさかのオートパイロットをゼロから作り直す宣言。いやー、もう盛大にはしごを外されました。あの動画どうすんの？もう一回一から修正するのさすがに心折れるんだけど、いっそのこと今週のニュースとしてこの結末を皆さんにシェアした方が早いんじゃないかと思いました。でも実際フライトシム界隈って海外発の情報が早すぎて日本語で追いやすい情報が意外と少ないんですよね。そこで今回の一件を怪我の巧妙としまして、今週から1週間の海外の動きを日本語で分かりやすくまとめる週刊フライトシムニュースを始めることにしました。少しでも日本のフライトシムユーザーにこんなことがあったよなんてお伝えできるよう情報整理を心がけていきますので、ぜひ毎週末のルーティンとしてお付き合いください。それでは今週の注目のニューススタートです。FS-LTL ナビグラフとフライトレーダー24の協力タッグで息を吹き返す。マイクロソフトフライトシミュレーターで広く使用されているトラフィック追加アドオン FS-LTL が劇的な復活を遂げました。事の発端はこれまでライブデータの参照元となっていたフライトレーダー24の仕様変更、非公式的なデータ利用が制限されたことで FS-LTL はリアルタイムトラフィックを表示できなくなる致命的な危機に瀕していました。しかしここでフライトシム界の巨人ナビグラフが救世主として現れます。なんとナビグラフがフライトレーダー24と直接交渉し、公式的なパートナーシップを締結。膨大なリアルタイムデータをナビグラフ側の API として統合し、それを FS-LTL に供給できる仕組みを爆速で構築してくれました。利用にはナビグラフの有料サブスクリプションが必要となりますが、FS-LTL は現実の世界の空をそのままシミュレートに再現するという最強の武器を奇跡的に取り戻すことができました。これ本当に大きなニュースですよね。一時期代替案がいくつか上がっててどうするんだという状況でしたが、ナビグラフの有料サブスクという条件付きですが、まず着地点が見えてほっとしています。サブスクない人はどうするんだって話もありますが、こちらは FS-LTL 側でお願いできる場所を模索するとのこと。また今回のライブ機能はあくまでオプションなので、必要な方は今後も無料で使えます。この柔軟な対応はありがたいですよね。Beyond ATC ライブトラフィックオプションの実装を発表。はい、これもナビグラフとフライトレーダー24の協力タッグによって生まれたもう一つのニュースです。ナビグラフが公式 API を用意してくれたことで AIATC の Beyond ATC は現実の航空機をトラフィックとして取り込む機能を発表しました。現在機能としては 80% が完成しており、近々エクスペリメンタル版で実装が予定されているとのこと。今までグレーだったデータ利用が公式化されたことで AIATC の世界にも大きな風が吹いています。あとはこれが発展すればリアルと完全に連動する AI 管制システムの誕生もそう遠くないかもしれません。なおこちらもオプションの機能です。ナビグラフがあればライブ連動ができますが、既存の FS-LTL などの 3D データだけを使う機能も残るとのことで、ユーザーが選択できる仕様なのも嬉しいポイントです。PMDG-DC6 ついに2024へテイクオフ。PMDG のラインナップにおいて硬派なクラシック機愛好家に根強い人気を誇る DC6 がついに2024対応を果たしました。中身に関しては737のような大きなビジュアル、機能のリニューアルがあったわけではなく、
あくまで2024への互換性と安定性の確保を目的とした移行です。その代わり2020版の所有者は無料アップデートとなります。737で起きたコーヒー30ドル事件のような追加課金はありません。一時は技術的な問題で2024への移行は不可能かもという寂しいニュースもありましたが、これでようやく777、737、そして DC6 と PMDG の主要機体がすべて2024の世界にも揃いました。今週の注目アドオンアプリということで、今回はグラスアウトというまだベータ版のアプリのご紹介です。何をしてくれるのかというと、ゲームでオルトキーを押しながら左クリックするとケーキがポップアップしますよね。ああいったことを自動的にやってくれるツールアプリです。なんだそれじゃあよくあるアプリと一緒じゃんと思った方、とりあえず話は最後まで。このアプリの革新的なところは、マイクロソフトフライトシミュレーター標準のポップアウト機能を使わないという点にあります。DirectX 12の内部データから直接映像をストリーミング抽出するため、忌々しいポップアウトした瞬間に FPS がガタ落ちする現象が最小限に抑えられるとのこと。さらに新しい技術を使っているため、例えばボタン1個だけとか、この画面のこの部分だけといったピンポイントの抽出も可能だそうです。もしこれが本当なら A350 の PFD と ND が一体になった大型ディスプレイをきれいに分割して外部のモニターに出すなんて夢のような環境が作れます。これに関しては私も実際に購入して人柱レビューを動画にしたいと思うのでお楽しみに。今週の話題。さて、ここからは私が個人的に気になったあるいは物議を醸したトピックをご紹介するコーナー。今週はもちろん冒頭でも触れた FSS E-Jet です。皆さんこれを進めてしまって大変申し訳ありませんでした。完成まであと一歩だと信じていた FSS E-Jet ですが、公式から衝撃の発表がありました。Web アセンブリクラッシュへの対応、そして FSS が理想とする強固な自動操縦システムを構築するためには、現在の設計では限界があると判断。なんと自動操縦ロジックをゼロから書き直すとのこと。この作業が完了して初めて正式にバージョン 1.0 としてリリースするそうですが、肝心の時期に関してはいつになるかわからんと明言を避けています。公式のログを読む限り、この新しいロジックが今の実験版に入っているものなのか、それとも新しいものになるのかすら曖昧です。もしこれが後者の場合、ほんと3年間何してたのっていう話になります。先週の動画で明るいコメントをしてくれた視聴者さんの顔が目に浮かんで、ほんとあの時の紹介した自分を殴りたい気分です。ちなみに海外のユーザーの反応も大荒れで、買ったばかりなのにこの発表は後悔しかない。2030年くらいには完成するといいですね。このメーカーの製品は二度と買わない。など辛辣な声が並んでいます。下手をするとオリンピックの周期を超えても完成しない有料アドオンなんて呼ばれ方をしかねない状況です。しかもこのメーカー、今年の6月に開催されるフライトシムエキスポ2026でまたも新しいアドオンの発表を計画しているらしいんです。もしそれがまたアーリーアクセスだったら、さすがにソース感を食らうんじゃないでしょうか。注目の新作。そんなフラシム界のビッグイベント、フライトシムエキスポ2026が近づいていることもあり、各社からは少しずつ新情報が出てきています。その中で個人的に期待を寄せているのが、シナプティックシミュレーションズさんの A220 です。お隣の韓国などでも採用されている最新鋭の小型旅客機です。こちらも開発は完成間近と噂されているため、エキスポのステージでどこまで仕上がっているかの具体的な続報が出てくることを楽しみに待ちたいと思います。また、ベクターさんが開発している787-9についてもリリースの時期が2026年の年末になることを発表。リリース時には仮のシステムや
後日機能を実装するというのはなく、最初から完成した機能が使えるとのこと。ミニビルズの件もあるので、あまり鵜呑みにはできませんが、こちらも完成が楽しみです。さて、今週のフライトシムニュースは以上。皆さんが一番気になったトピックは何でしたか？このように海外の早すぎる情報をぎゅっとまとめて、週末にわかりやすくお届けしていきたいと思います。この試みがいいなと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。良いフライトを。